皆さんこんにちは、なおこです。皆さん、日本の5月といえば何ですか？ 5 月といえばゴールデンウィークです。皆さん、ゴールデンウィークって聞いたことありますか？今日は日本のゴールデンウィークについて話したいと思います。よく聞いてくださいね。ゴールデンウィークは4月末から5月の初めのある期間のことを言います。4月末から5月の初めのある期間をゴールデンウィークと呼びます。この時期には日本の祝日がたくさんあります。4つもあります。1つ目は4月29日の昭和の日。そして5月3日の憲法記念日、5月4日の緑の日、そして5月5日の子どもの日という祝日があります。そう、1週間のうちに4つの祝日があります。その年によって祝日の曜日が変わりますよね。曜日、月曜日、火曜日、水曜日、そう、曜日が変わります。もし祝日が金曜日だったら、金曜日が休み。そして土曜日と日曜日も休み。1、2、3。3連休になります。あの、休みが続くこと、休みが連続することを連休と言います。連休。そう。もし仕事が月曜日、火曜日、水曜日、木曜日休みだったら、月、火、水、木、4連休です。4連休になります。もし土曜日と日曜日も仕事が休みだったら、土日月火水木6連休になります。はい。話を戻すと、このゴールデンウィークはその年によって大きな連休になることがあります。例えば今年2025年のゴールデンウィークはこんな感じです。月曜日とあと水木金は普通の日です。平日です。この平日を有給を使って休む人も多いです。有給というのは給料がもらえる休みの日ですね。有給を使ってこの平日を休むことができたら、もっと長い休みにできます。そう。このゴールデンウィークというのは4月末から5月の初めのこの祝日がたくさんある期間のことを言います。ゴールデンウィークといっても1週間の休みが必ずあるわけではありません。その年によって違います。はい、ニュースではよくゴールデンウィークのことを大型連休と呼んでいます。大型連休。大型というのは何か形とか規模が大きいことを言います。大型連休。はい。ゴールデンウィークはすごく大きな連休ですね。長い連休があります。はい。もちろん人によります。そう。祝日に会社が休みの人は、もちろんゴールデンウィークは祝日があるので休みになります。でも、祝日が関係ない仕事をしている人は、ゴールデンウィークも仕事があります。特にサービス業をしている人にとっては、このゴールデンウィークはむしろ忙しい時期なんです。そう。まあ、サービス業にもいろいろありますけど、例えば
飲食業ですね。飲み物とか食べ物を出してお金をもらうというビジネスのこと、飲食業と言います。カフェとかレストランとか。そう。長い休みがあるとみんな外に出かけたくなりますよね。カフェに行ったり、レストランに行ったり、みんな出かけますよね。だからゴールデンウィークの時期は飲食業の人にとってとても忙しい時期なんです。そう。私もカフェで働いていた時、ゴールデンウィークが近づくと、ああ、もうすぐゴールデンウィークだ、忙しくなるぞーと思っていました。はい。ゴールデンウィークは多くの人がカフェとかレストランに行くので、飲食業の人、カフェとかレストランで働いている人にとってゴールデンウィークはむしろ忙しい時期だったりします。はい。飲食業だけじゃなくてホテルで働いている人にとってもこのゴールデンウィークは忙しい時期だと思います。ゴールデンウィークは長い休みをとって旅行をする人が多いので、ホテルで働いている人とか旅行に関係する仕事をしている人、観光業ですね。観光業の人にとって忙しい時期だと思います。はい。だからゴールデンウィークというのはみんなが休みの時期というわけではなくて、むしろ仕事がすごく忙しくなる時期だという人もたくさんいます。まずいいこと。もちろんゴールデンウィークが休みの人にとってはリラックスできるのでいいですよね。そして世の中がなんか楽しい雰囲気になる気がします。いろいろなところで特別なゴールデンウィークのイベントが行われたりします。例えばショッピングモールとかデパートでゴールデンウィーク特別イベントとかゴールデンウィークのキャンペーンとか、そう、なんかいろいろなイベントがたくさんありますね。はい。ちなみによく広告などではゴールデンウィークのことを略して GW と書かれることが多いです。ゴールデンウィークキャンペーン、ゴールデンウィークセールとか、はい、ゴールデンウィーク。やっぱり休みの人が多いので、街に出ると街全体がなんとなく楽しい雰囲気があります。人がたくさんいて、なんか賑やかですね。賑やかで楽しい雰囲気だと思います。はい。でも、その一方で、家がたくさんある住宅街は、なんか静かになる気がします。みんなどこかへ出かけたり、旅行したりしているので、住宅街はシーンとしている気がします。はい。じゃあ次、ちょっと悪いことというか、まあ大変なこと。はい。あの、ゴールデンウィークは多くの人が同じタイミングで休みになるので、いろいろな場所が混みます。人でいっぱいになります。混みます。例えば、ショッピングモール、デパート、有名な観光地、大阪とか京都とか東京、沖縄、北海道とか有名な観光地、新幹線、電車、飛行機、ホテル、あと高速道路。高速道路はよくゴールデンウィーク中渋滞しますね。渋滞します。はい。そして同じタイミングで旅行する人が多いので、ホテル代、飛行機代が高くなります。そして予約も取りづらくなりますね。はい。まあ、しょうがないことなんですけど、人混みが苦手な人は
逆にゴールデンウィーク中ずっと家の中にいるという人もいると思います。ちなみに人混みというのは混んでいるところです。人混み、皆さんは人混み大丈夫ですか？人混み苦手ですか？じゃあ皆さん、最後に質問です。もしこのゴールデンウィークみたいな長い休みがあったら、皆さんは何をしたいですか？旅行をしたいですか？それとも家でゆっくり過ごしたいですか？私はもし外が混んでいるなら家でゆっくり過ごしたいタイプです。今年のゴールデンウィークもほとんど外に行きませんでした。家で YouTube の撮影をしたり、Netflix で名探偵コナンっていうアニメの映画を何本か見ました。1本、2本、3本、4本くらい見ました。はい。皆さんの国にはこのゴールデンウィークみたいな休みが続く時期はありますか？じゃあ皆さん、今日も最後まで見てくれて本当にありがとうございました。そしてお疲れ様でした。じゃあまたね。バイバイ。